鋼ハンマー、いろんな角度があるんですよね。鈍角もあれば鋭角もあるし、 G 掘る時はもうこのやつなんですけど、これはおじいちゃんの形見なんですけれども、よし、そうですね。これが全部がある程度自分で彫ってみたいなっていうのはまずスケッチをしますね。いろんなデザインを考えるんです。まあ本当に初期の、まあ、こんな感じでいろいろ可愛いのとかも彫ったりしますね。でまあ今日は何を彫りましょうかね。新年も明けて辰年ってことなんで龍を彫りましょう。絵はそんな上手じゃないですよ。本当だ。こんくらいでわかります？はい。こっちはまあ2面。想像してね、私たちにとっては何万分の1の包丁ですけど、お客さんにとっては1分の1なんで、もう全ての包丁に魂込めて、もう 120% の完成度で全て届けてます。
当に毎回デザインが違う。なんかでもこういうちょっとしたね細工が。本当だ。ね。っていうのがあったんで、本当にこううまいこと。ますね。うん。だいぶこう連打を続けると右手が痛いですね。鱗じゃない、蛇腹全体的な美になるので。はい。ここ据え場は、ね、こうお辞儀しててもダメですし、反りすぎててもダメなんですよね。こうまっすぐ。こんな感じで完成です。で、のしを作っていきたいと思います。本当に。
デザインして。油みたいなもんですね。今年頑張りたいこととか力を入れていきたいことはしますか？まだまだ他の人がやってないことをどんどん挑戦していきたいっていうのがあるので、いろんな色を出していくことに挑戦したいっていうのが一つありますね。次浮かぶ世界が望むものを考えて編み出していきたいなっていう夢があります。次の工程でこの歪み取っていきます。
磨きます。ここ磨いて、最終の付けを出して。
ゴソゴソすんのは。はい。ほらこうやってやっていくとレタスになる。ほらパッ、ちょっと色が薄いかもとパラパラ、ほらでこれギュギュギュッとサラミソーセージ、ほらはいマグロの握り、ローザイゴここのエビの天ぷら、ほら見て、エビの尻尾だけ売っとる、こうやって大きいのとちっちゃいの、ほら最初はこんな感じで、これをこうやって丸めていくと、ここに刺すとエビになる。こうやって赤色を塗る場合と2種類作ってあげれば、こういう感じ。カンプレアはこれを知っとるかどうかはわからないけど、赤がない場合のエビの天ぷら、こんな感じ。方向性、心強い言葉色のない場合からいくか。上からこうやって、ね、色のない場合これをここにで、もう一度上からかけてやる。でこれをクリクリクリと丸めていくね。でこんな感じ。これが色のない場合な、作りをしてもすごい変わってくるっていうの、他の人は知らないと思うんだ。なんでやろうっていう、これこうやって入れる。ほら色のある場合、ちょっとこの辺取ってない場合、どっちが美味しそうに見える？
尻尾取ってしまえイカ天。はい。ほら最初は白から始まるね、黄色い子、その次に緑、そうするとほらこうやってやっていくとレタスになる。ワンスモーはい、白、黄色、緑でズズズズズズズはい、こういうふうにきれいに丸めにいく。はい、ほらパッ、こんな感じで、こうやってやってキャベツね、シュッ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 、ほら人参のつもり、これきゅうりのつもり、コーンも入れようか。熱い。本当はこういうやり方じゃなくてもっとおろこしくと。トウモロコシ出るかな、きれいに。白で黄色少しで、さっきのコーンでこうやってこうやって乗っける。はい、見えてきた。卵をこうやって置こう。で焼くんだよ、こうやったら焼ける。ほらで白身、こうやって焼く。そうするとこんなのね、焼き色をつける。ちょっと色が悪いけど、ちょっと黒いけど、でこれをこうやってほらだし巻き卵、いくよ。ほらちょっとなんとなくこんなもんか。もう一度切る。もう一度切る。でこいつをこうやって切ってハート型にする。ここ入れようか。
丸めのぺっちゃんこです。で卵をのっける。少し置く。でこれを下からつまんで入れる。で透明のろうを上から流してやる。で焼く。焼き色をつける。ちょっとほらほらこれ肉の白い部分をパラパラパラにする。ちょっと色が薄いかもわからないよ。肉のとパラパラ。これが色の沈みが早いな今日。ほらほらほらでこれギュギュギュッといくよ。こうすると肉が立つんですよ。何ができると思う？何ができると思う？さっきと同じやり方。こんなやつ。サラミソーセージ。まあこっからいっか。今イカだよこれ。イカのこれやり方だとマグロがってできることはないかもわかんない。イカじゃん。ほらこういうイカ寿司。わさびをちょっと垂らしてる。
だよ。少し縮める。ビントロマグロ。これだって本当はもっとマグロだからもっと分厚いネタの配置をはい、マグロの握りこれ海外より夜学行っとったよ。ほら今日はあんまり料理してなくてもできちゃう。メロンを乗っけて開くか止める。アイスクリームこんな感じ。出来上がり。まず最初にシロップ、これ下用のシロップね、蓋を取ってここに出します。はい、プチッといったら終わりですね。ぼかしを入れます。で2回目に残ったシロップをラインに置いていきます。真ん中のラインね、こんな感じ。これコーキング材料で思いっきりグーで1回もうちょっとあと少しこれぐらい外から見えるように作ることね。外から見えるように作ってください。1回2回ほどもう一度今度はこんな感じ。一番おいしそうに見えるところを正面にする。ペン印で向こうが上がるような格好で思いっきりグーしてこっち側に引っ張る。同じようにこっち側に引っ張る。刺していちごを乗っけてパラパラパラっとうまくバランスよく、ほら上手に垂らして。
お土産にしてください。今日は本当にお疲れさんでした。
熱い熱いです。じいちゃんが89歳でも現役でやってくれてるおかげさまなんですけど、ナイフとかもですね、こう自分が作ったやつを使ってくださる方がいて、お客さんがいてくださって続けることができて本当嬉しいし、もっと上手になりたいなという気持ちで今じいちゃんと父の方と私は頑張ってるところでですね。
しょ。やっぱり完成するまで工程がいろいろあって、竹を作るのも難しいし、それをきれいにできて羽をつけて完成したのを見るのも楽しいね。できるなら伝統的なものだから海外に伝えたい、こういったものがありますよっていうのを広めたいっていうのはありますよね。本物を見てもらうというか、本物を飾ってもらうというか。寒い時は日が一番やね。
すぐ近くになんかテレビに出たところがある。簡単にこう書いていきます。こんな感じかな。しっかり切るけ。はい、あと切っていきます。ここまでが荒削り。火事になったらこれ持って逃げる一番大事なもの、宝箱やね。
目だけはね、下書きする。いきます。
でこんなもんじゃねえかな。